パイジャパニーズカフェへようこそ、猫です。こんばんは、森カニです。今日もよろしくね。今日のテーマはね、日本での子育て。それ、聞きたかったやつ。保育園の探し方から子供の学校の話までまるっといくよ。お願いします。その前に前回のおさらい。前回は夏祭りだったよね。屋台とか、花火とか。そうそう。キーフレーズは後の祭り。手遅れって意味ね。私、あれから1回使ったよ。お、いいね。今日も持って帰れる一言用意してるよ。でね、私、最近ちょっと焦ってるの。焦ってる？何かあった？友達がね、子供を保育園に入れようとして大変だったって。いわゆる保活だね。保活？就活とか婚活のあれの仲間？そう。保育園を探す活動。略して保活。でも、探すだけでしょ？そんな大変？これがね、意外と奥が深いんだよ。奥が深い。出た。日本語の難しいやつ。大丈夫。一つずつ噛み砕くから。頼りにしてる。気楽に行こう。はーい。完璧に覚えなくていいからね。それ聞いて、ほっとした。じゃあ、遠慮なく質問するね。どんどんどうぞ。子育てってお金も手続きも知らないと損することが多いんだ。損はしたくない。しっかり聞くね。まず外国から来た人が一番びっくりするのが、申し込みの時期。時期？入りたい月に申し込むんじゃないの？それがね、4月に入れたいなら、前の年の秋には動くんだよ。半年前？早すぎない？早く感じるよね。でも、これを知らないと出遅れる。出遅れる。怖い響き。申し込む前に園を見学して回る人も多いよ。見学。実際に見て雰囲気を確かめるのね。そう、だから秋は見学の予約でみんな忙しいんだ。じゃあ、生まれてすぐ動く人もいるの？いるいる。世話しない。本当にね。赤ちゃん抱っこしながら、書類？そうそう。うわー、大変。だから情報が命なんだ。情報戦か。まさに。みんな、どこで情報を詰めるの？役所とか、先輩の親とか、ネットとかね。口コミ、強そう。強いよ。私も。聞ける人、作っとこう。それが一番の近道。一人で抱えないのがコツね。そういうこと。なるほどね。じゃあ、申し込みはどこにするの？申し込むのは市役所とか区役所。つまり役所の窓口。保育園に直接じゃなくて、役所なんだ。そう、認可保育園はね、ここ大事なポイント。認可？認可保育園って何？国の基準を満たしてちゃんと認められた保育園のこと。基準って例えばどんな？部屋の広さとか、子供何人に先生1人とかね。安全のためのルールね。じゃあ、認可じゃないのもあるの？あるよ、認可外保育施設。そっちは施設に直接申し込む。なるほど、窓口が違うんだ。認可外は認可に入れなかった時の受け皿になることも多い。受け皿。逃げ道みたいな存在ね。あと幼稚園と養護の機能を持つ認定こども園っていうのもある。種類、頭こんがらがってきた。ざっくりでいいよ。保育園は働く親向け。幼稚園は教育中心。そこが軸ね。働いてるかどうか。そう。認定こども園はその真ん中、どっちの子も受け入れる。いいとこ取りね。でしょ？でも、どれに申し込むか迷いそう。そこはね、働き方で選べばいいよ。フルタイムなら保育より？そう。お家で見られるなら幼稚園より。なるほど、シンプル。迷ったら役所で聞けば教えてくれる。心強い。だから最初に保育の必要性っていうのを認定してもらう。認定してもらう。なんか、審査みたいな響き。近いね。働いてる病気、介護、そういう自由があるかを見る。自由、理由のお堅いバージョンね。じゃあ、まだ仕事が決まってない人は無理？いや、休職中でも申し込めるよ。ただ、評点は低くなりがち。点？もう、点数の話が出てきた。後でじっくりね。先に認定の区分を見よう。この認定に1号、2号、3号って区分があるんだ。番号で分かれてるんだ。何が違うの？ 1号は3歳以上で保育がいらない子。主に幼稚園。2号は3歳以上で保育が必要な子。3号は3歳未満で必要な子。つまり、
年齢と保育がいるかどうかの掛け算ね。その通り。整理がうまいね。番号だけ聞くと身構えるけど、意味はシンプルね。でね、預けられる時間にも区分があるんだ。時間にも？どういうこと？フルタイムで働く人は標準時間。1日最長で11時間ぐらい。11時間。結構長く預けられるのね。短めに働く人は短時間。こっちは1日8時間まで。働き方で預けられる長さが変わるんだ。理にかなってる。でしょ？じゃあいよいよ点数の話。待ってました。認定されたらすぐ入れるの？そこがね、甘くない。人気のセノは定員より希望者が多い。ああ、席の取り合いか。そう。だから役所が利用調整っていう選考をするの。利用調整。言葉が優しそうで、中身はガチな選考。鋭い。しかもね、これ、点数で決まるんだ。点数？子供に点数つけるの？子供じゃなくて家庭の状況にね、指数って呼ぶ。指数。どうやって点がつくの？まず基準になる指数。両親の働き方が基本。フルタイムなら高くて、パートなら少し低い。働いてる時間が長いほど必要度が高いって判断ね。そう。それにプラスして調整する指数がある。調整する指数。加点とか減点とか？その通り。上の子が同じ園に通ってると加点されたりね。兄弟で通わせやすいようにってことね。逆に近くに祖父母がいると減点って地域もある。え？おじいちゃんおばあちゃんが近いと不利？見てもらえる人がいるって扱いなんだよね。地域によるけど。一人親の家庭は？一人親は加点されることが多い。事情に配慮するんだ。なるほどね。合計20点の高い順に内定していくわけか。そういうこと。まさに就活っぽいでしょ。補活って名前、伊達じゃないね。で、点が足りなくて入れないと待機児童になる。待機児童。ニュースで聞いたことある。要件を満たしてるのに入れなくて待ってる子のこと。今も多いの？その待ってる子。これがね、実はかなり減ったんだよ。そうなんだ。意外。2025年の4月で全国で2000人ちょっと。ピークの10分の1以下。おー、だいぶ改善したんだね。ただね、数字に出ない隠れ待機児童もいるって言われてる。隠れ？どういうこと？特定の園だけ希望してるとかの理由で数え方から外れる子。統計って定義でだいぶ変わるのね。そうなんだよ。難しいね。でも傾向は見えるよ。傾向？小さい子ほど席が少ない。あー、なるほど。大きくなるとだんだん入りやすくなる。そういうものなんだ。だから1歳の壁なんて言われたりする。1歳の壁。怖いネーミング。でも知ってれば備えられる。備え、あれば、だね。その通り。そうなんだよ。しかも待ってる子の多くは1歳、2歳。小さい子ほど入りにくいんだ。特に都会で首都圏とか大きい町に集中してる。地域差やっぱり大きいんだね。そう、住んでる場所で難しさが全然違う。ねえ、申し込むには書類もいろいろいるんでしょ？いるいる。働いてる証明、就労証明書とかね。就労証明書。働いてますって会社が証明する紙？そう、会社に書いてもらって申し込み書と一緒に出す。なるほど。で、入れたらすぐ普通に預けられるの？それがね、最初は慣らし保育っていう期間があるんだ。慣らし保育？慣らすって慣れさせるの？慣らす？そう。最初の1、2週間は短い時間から少しずつ慣らす。ああ、いきなり一日中は子供もびっくりだもんね。そうなんだよ。子供も親もじわじわ慣れていく。優しい仕組みね。慣れてきたら毎日の持ち物も多いよ。持ち物？着替え、おむつ、お昼寝の布団とかね。結構あるね。しかも全部に名前を書くんだ。全部に。大変そう。お名前スタンプとかみんな工夫してるよ。なるほど、便利グッズね。あと連絡帳ってのがあってね。連絡帳？その日の様子を先生と親でやり取りするんだ。へえ、毎日つながってるんだ。そう、熱とか期限とか食べた量とかね。細かく見てくれるの安心だね。日本の保育、そこは丁寧なんだ。いいな、それ。でね、働く親には育児休業給付っていうのもあるよ。育児休業。育休って略すやつ？そ
仕事を休んで子育てする間、お金がもらえる制度。休んでる間も収入があるってこと？そう、雇用保険からお給料の何割かが支給される。それは助かる。ゼロになったら怖くて休めないもん。でしょ。だから安心して育児に専念できる。天然。そのことだけに集中する。ね。あとね、ちょっとだけ預けたい時の制度もあるんだ。ちょっとだけ？どういう時？用事がある日とか、少し休みたい時とか、一時預かり。一時預かり、その日だけみたいな感じ？そう。あと、地域で助け合うファミリーサポートってのもある。ファミリーサポート。ご近所さんが預かってくれるの？研修を受けた人がね、送り迎えや短い預かりを手伝ってくれる。へえ、地域みんなで子育てって感じ。いいね。それに子供が熱を出した時のための病児保育もあるよ。病児保育。熱の日って仕事どうしようって焦るやつ。そう、専用の施設で病気の子を預かってくれる。それは本当に助かる。休めない日ってあるもんね。うん。こういう制度知ってるだけでぐっと楽になる。引き出しが増えると心に余裕ができるね。じゃあ、無事に入れたとして、お金の話聞いていい？いい質問。実はここ、いいニュースがあるんだ。いいニュース、大好き。3歳から5歳の子は保育料が無償化されている。無償化。つまり、ただってこと？利用料はね、3歳から5歳はみんな対象、所得は関係ない。太っ腹。じゃあ、0歳から2歳は？そこはね、条件付き。住民税がかからない世帯だけ無償。あ、0歳から2歳は全員じゃないんだ。そこ混同しやすいから気をつけてね。了解。幼稚園の場合も無償なの？幼稚園は月に25,000円ちょっとまで無償になる。上限付き。条件があるんだ。じゃあ、預かり保育は？働いてる家庭なら預かり保育の分も上乗せで補助が出る。補助。ありがたいね。認可外はどうなの？認可外も3歳から5歳なら月に37,000円まで補助が出る。へえ、認可外でも支えてくれるんだ。ありがたいね。じゃあ無償化されない0歳から2歳の課税世帯は？そこ気になる。決まった値段なの？所得に応じて保育料が決まる。稼ぐほど高くなる仕組み。払える人が多く払うって考え方ね。そう、応能負担っていうんだ。能力に応じて負担する。応能負担。かっこいい四字熟語出た。でね、一つ落とし穴。無償化でもタダにならないものがある。何が？全部タダかと思った。給食費。ご飯とおやつのお金は別で払うんだ。ああ、食べる分は別会計ね。そう。ただ低い所得の家庭とか3人目以降は免除もある。免除。払わなくていいってことね。優しい。細かいけど、こういうところを知ってると家計が助かるんだよ。知は力だね。じゃあ少し時間を巻き戻して、生まれる前の話もしていい？順番に知りたい。妊娠したら、まず役所に妊娠届っていう紙を出す。妊娠を届け出るんだ。そうすると、母子健康手帳が交付される。交付。もらえる。のお役所バージョンね。その手帳に検診の記録とか予防接種の記録を書いていく。一冊で子供の成長が全部わかるんだ。それにね、手帳と一緒に妊婦検診の補助券ももらえる。補助券。検診のお金を助けてくれる券ね。しかもね、母子手帳は外国語版もあるんだよ。それは助かる。日本語だけだと不安だもん。英語、中国語、ベトナム語、ネパール語とか10言語ぐらいある。自分の言葉で読めるの。安心する。でね、お金の支援もいろいろある。まず、出産育児一時金。出産育児一時金。長い名前。出産の時に健康保険から50万円もらえるんだ。50万。出産ってお金かかるもんね。かかるよ。だよね。入院もするしね。だからこの一時金が支えになる。ありがたい。しかも病院に直接払われる仕組みもあって建て替えがいらない。建て替えなし。一気に大金を用意しなくていいのね。
そう。で、生まれた後は、児童手当。児童手当。子供を育てる家庭にお金が入るやつ。そう、毎月ね。3歳未満なら月1万5千円が基本。毎月1万5千。それは大きい。3歳からは月1万円。そして3人目以降は月3万円。3万。兄弟が多いほど手厚くなるんだね。でね、ここ最近大きく制度が変わったんだ。お、アップデート情報。2024年の10月から高校生の年代までもらえるようになった。前は中学生までだったのに伸びたんだ。そう。しかも所得制限もなくなった。所得制限って稼ぎが多いともらえない。あれ？そう、そのライン。それが撤廃されてみんな対象になった。撤廃。廃止するのお堅い言い方ね。支払いも偶数の月に年6回に分けて振り込まれる。2ヶ月分ずつまとめて入るのね。でね、一つ大事な注意。これ自分で申請しないともらえない。え？自動じゃないんだ。そう、役所に申請して初めて始まる。待ってても来ないよ。知らないと損する。まさにこれね。古い情報だと中学生までって書いてあるから、そこも注意ね。情報の鮮度、大事ね。メモメモ。次は健康の話。予防接種って聞いたことある？ワクチンのことよね。うん。あれも高そう。それはね、定期接種は公費。つまり無料で受けられる。無料。定期っていうことは任意のもあるの？いいところに気づいたね。任意接種は自分で選んで受けるもの。定期は無料。任意は自分で判断ね。そう。子供のワクチンは種類が多くて、生後2ヶ月から始まる。生後2ヶ月。赤ちゃん、頑張るね。スケジュールが細かいから、かかりつけの先生と相談しながらね。かかりつけ。いつも見てもらう、馴染みのお医者さんね。そう。で、さっきの母子手帳が、記録帳としてここで生きる。全部つながってるのね。よくできてる。健康の話でもう一つ。乳幼児検診って知ってる？乳幼児検診。赤ちゃんの健康チェック？そう。決まった月齢で無料で受けられる検診なんだ。いつ頃あるの？生後3ヶ月ぐらいとか、1歳半とか3歳とかね、節目ごとに。成長の節目で体と発達を見てくれるのね。そう。心配なこともその場で相談できる。プロに見てもらえると安心するよね。でね、もう一つ大きいのが子供の医療費助成。医療費助成。病院代を助けてくれるの？そう。多くの自治体で子供の医療費がほぼ無料になる。ほぼ無料。子供ってしょっちゅう熱出すもんね。そう。だからこれがあると本当に助かるんだ。何歳まで対象なの？自治体によるけど中学生や高校生の年代までってところが多い。住む場所で手厚さが変わるのね。そう。引っ越すときはそこもチェックするといいよ。なるほど。子育てのしやすさで町を選ぶ人もいそう。実際多いんだよ。子育て支援が手厚い町は人気なんだ。制度で町を選ぶ。賢い選び方ね。でね、子供が小学生になるとまた新しい制度が出てくる。まだあるの？例えば？学童保育。放課後、親が帰るまで子供を預かってくれる場所。ああ、小学生版の保育園みたいな感じ？近いね。働く親にはこれがすごく心強いんだ。学校が終わっても行き場があるって安心だよね。で、その小学校、中学校の話、ここで大事なことがあるんだ。改まった顔。何？外国籍の子はね、日本の義務教育の義務の対象じゃないんだ。じゃあ、学校に行けないってこと？逆、義務じゃないけど、希望すれば無料で通える。ああ、義務じゃないけど、権利はあるってことね。まさに、授業料も教科書も無料。日本の子と同じように受け入れる。そこを誤解しやすそう。義務じゃないから行かなくていいって。そこが一番伝えたいとこ。行かせられるし、行かせた方がいい。手続きはどうするの？役所や教育委員会が就学案内っていうお知らせを送ってくれる。就学案内。社交に入る。就学ね。その案内も就学ガイドブックとしてたくさんの言語で用意されてる。多言語対応進んでるんだね。あと入学の前に就学時検診っていう健康診断もある。入る前に体をチェックしてくれるのね。で、日本語がまだの子には特別なサポートもあるんだ。
それ気になる。授業についていけるか心配だもん。取り出し指導って言ってね、別の教室で日本語を教えてくれる。取り出し。みんなの授業から一旦抜けるってこと？そう、その子に合わせて日本語を丁寧に教える時間なんだ。そういう支援、どのぐらい広がってるの？日本語の支援が必要な子は今4万人を超えてるんだ。4万人？そんなに？じゃあ、うちの子だけじゃないんだ。全然珍しくないんだよ。なんか、ほっとした。でしょ？仲間がいるって、心強い。そうそう。先生も慣れてるのかな？慣れてる学校も増えてるよ。それは安心。わからなければ遠慮なく聞けばいい。聞くのは恥ずかしくないもんね。全然、むしろ大歓迎。よし、勇気出た。そう、だから支援の仕組みもどんどん整ってきてる。学校生活そのものも気になるな。小学校に入るとね、給食があるんだ。給食。みんなで同じもの食べるの、日本っぽいね。栄養バランスの取れた昼ご飯が毎日出る。でも、アレルギーがある子はどうするの？ちゃんと対応してくれるよ。覗いたり、別のを用意したり。アレルギー対応、事前に伝えておくのは大事ね。そう。命に関わることもあるから遠慮なく相談してね。うん、それは絶対言わなきゃね。あとね、保護者が学校を手伝う保護者会ってのもあるよ。保護者会、親たちの集まりみたいな。そう、行事の手伝いとか登下校の見守りとかね。最初はドキドキするけど、友達もできそう。そうそう、同じ立場の親同士つながれるいい機会。情報交換もできるしね。で、中学を出た後、高校の話もしておこうか。高校ってお金かかるイメージ。それがね、今は高校も授業料の支援があるんだ。支援。つまり負担が軽くなるの？そう、一定の条件で授業料の分が国から出るんだ。へえ、高校まで支えてくれるんだ。外国の子の進学のサポートもあるの？あるよ。進路の相談に通訳が入るところも増えてる。言葉で不利にならないようにってことね。そう。どの子にも道が開けてるのが大事だからね。いい話。子供の未来がちゃんと考えられてるんだね。それは心強い。一人で抱え込まなくていいんだ。そうそう。困ったらまず役所や学校に相談するのが一番。でも日本語で相談するのハードル高くない？最近はね、通訳を用意したり、優しい日本語で対応するところが増えてる。優しい日本語。ゆっくり、短く。だっけ？そう。難しい言葉を避けて伝わる形にした日本語。あと子育て支援センターとか相談できる窓口もあちこちにある。頼れる場所が思ったより多いんだね。手続きも最近はマイナンバーカードで楽になってきてる。マイナンバーカード。番号のカードね。そう。児童手当の申請とかもオンラインでできるところが増えてる。クソに行かなくていいの。地味に助かる。でしょ？小さい子連れて役所って結構大変だからね。わかる。それだけで一日仕事だもん。だからこそ便利な仕組みはどんどん使ってほしいんだ。うん。今日の話、最初は難しそうって身構えてたけど、順番に聞いたら結構わかった気がする。それが一番だよ。全部を一気に覚えなくていい。必要になった時、また調べればいいもんね。全部一人で完璧にやろうとしなくていいんだね。うん、制度は頼っていいために作られてるんだから。じゃあちょっと整理してみようか。今日のキーフレーズは、案ずるより産むが安し。案ずるより産むが安し。産むって赤ちゃんの産む？そう、心配するが案ずる。実際にやってみると意外と簡単でいいに。ああ、まさに今日の話じゃん。でしょ？手続き複雑そうで身構えるけど、一つずつ窓口で聞けば案外なんとかなる。例えば、どんな時に使うの？転職する前とか、初めて役所に行く前とか、不安な一歩の前にね。ねえ、もう一回言って、覚えたい。案ずるより産むが安し。心配しすぎず、まず動いてみよう。案ずるより産むが安し。うん、勇気出た。じゃあ、皆さんも一緒に言ってみましょう。いくよ。3、2、1。案ずるより産むが安し。今日は日本での子育てをまるっと見てきたね。枯渇の点数から無償化、
児童手当、学校まで、盛りだくさん。難しい制度後も今日でだいぶ味方になったはず。一人で抱えず、窓口を頼ろうって思えた。わからないことは遠慮なく聞いていいんだからね。気に入ったら、チャンネル登録で応援してね。また次回お会いしましょう。おやすみなさい。